イタリアグランプリ開幕ということで、今日はアイレーシングのモンツァやっていきたいと思います。車はメルセデスの W13E を使っていきます。ポーポイズ現象と呼ばれる空力の問題で、車が上下に大きく振動して、ハミルトンが辛そうに運転しているのを思い出す車種ですね。シーズン後半ではネガティブな部分が改善されていったマシンでもあります。ライセンスの関係だと思うんですけど、アイレーシングではこのマシンのカラーリングは自由にスキンを貼り付けたりペイントすることが許されてなくて、決められたパターンを選んで3つの色を変える程度しかできません。僕は日本人として角田裕樹選手を応援しているので、ビザキャッシュレッドブルっぽい色にしておきました。さて今回の SIM のセットアップなんですけど、まず3画面、これらは32インチの AOC のモニターを使ってます。自作のフレームで固定していまして、32インチアイレーシングとかで検索したら僕のブログが出てくると思うので、詳細は見てみてください。コックピットも自分で設計したフレームです。こちらも検索してみてください。グラボは2070スーパーで、 CPU は Ryzen 5900X です。単独で走るとアイレーシングだと 100fps ぐらいで、今回のようにレースをすると20台一緒に走ってるんですけど、FPS60 下回ってました。これはサーキットにもよりますし、設定にもよります。もう少しドライバーやアイレーシングの設定を煮詰めていけば、改善の余地はあると思います。次にホイールベースなんですけど、今いろいろと騒がしいファナテックのクラブスポート DD プラスにフォーミュラ V2 ステアリングを装着しています。15ニュートンメーターのホイールベースで、プレステ対応、そしてこのステアリングだと Xbox にも対応します。買収先を探しているファナティックが、いい感じに買収されないことには、強く進めることはできないんですけど、今のところ、不具合は出てませんし、さまざまな機種に対応している高いトルクのハンコンとしても他の選択肢を探すのはちょっと難しいのかな、今のところ難しいのかなと思います。この動画の撮影にあたってファナラボというファナテックの公式ソフトを使って、ファナテック推奨のこの車種 W13E のフォースフィードバックや LED のタイミングを導入してます。で、導入方法については過去のブログ記事のリンクを貼っておきます。そしてペダルはモザレーシングさんからの提供品 CRP2 ペダルにオプションのパフォーマンスキットの F1 のブレーキを模擬したバネとダンパーを入れてます。CRP2 のバネ、ダンパーの交換方法については以前の動画を概要欄に貼っておきますので、気になる方は見てみてください。ということで走ってみました。まずアクセルを直線的な入力にしていたんですけど、そうすると F1 の大きなパワーですぐスピンしてしまうので、踏み始めは入力が少なく、だんだんと入力が上がるようなペダルカーブに設定してスピンを抑えました。ペダルの硬さはというと F1 のモッドでとても硬めです。ブレーキを踏んでもあまりペダルが動く感覚はなくて、本当に硬いです。どの車種でも、脳みそとペダルを直結して速く走ることを追求するんだったら、こういう風にした方がいいと思います。どの車種でもどのペダルでもそうです。で、普通のスポーツカーとかだと現実と異なるので、ペダルの重さが、どうかなと思うかもしれません。その場合は、バネッタとかダンパーを、取り替えれば、この CRP2 の場合はいろいろ設定できると思います。ペダルが硬くてペダルの位置も、少し高めなことから、ドライビングシューズを、今回のこの CRP2 では使用しています。そうすると、前回の動画で言っていたようなペダルの高さに関する不満っていうのは、和らいでいきました。レースゲームをするときにドライビングラインを表示すべきかしないべきか問題があるんですけど、時間がなくて手っ取り早くレースに出場して、レーティングを上げたいような方は、まずはドライビングライン通りに走れるようにしていいと思います。で、ただ自分なりに下手くそでもいいからラインやブレーキングポイントを探りながら上達していくのを楽しみたいような方は、ドライビングラインを消して左右のコーナー前の左右のメートル表示の看板を目印にしてブレーキングを開始したりした方が楽しめると思います。ドライビングラインを表示しているとレース時に混走してくるとラインが見えなくなる時があるので、
左右の看板とかの目印でブレーキを開始するような癖をつけておいた方が、いいと思います。忙しいとなかなかそこまでできないんですけどね。クラブスポート DD プラスに関してなんですけど、推奨 FFB をそのまま導入すると重く感じるかもしれません。でその場合は FFS と呼ばれる FFB の強さを少し下げてやればいいと思います。僕はこの時 58% ぐらいにしていました。でその下げ方なんですけど、ファナラボを使ったり、ファナテック純正ステアリングを使っている方は、ステアリングから調整することもできます。あとポジションについてなんですけど、 F1 にするならペダルをより高いところに持っていって持ち上げていく必要があるんですけど、そこまですると設定で大変なことになるので、スポーツカー的なポジションのままになってます。で視野なんですけど、SIM 内のステアリングの液晶画面が見れたらいいんですけど、それをすると32インチの画面だと高さが足らないので、もうそこは妥協しています。将来アイレーシング内の画面がそのまま簡単にステアリングの液晶に映せるようになればいいんですけど、また iPad とかに表示できたらありがたいですね。あるかもしれないですけど、もし知ってたらいろいろ教えてください。左のブラックボックスなんですけど、デプロイモードと呼ばれる電気の使い方のモードをライバルの状況に応じて変更していくときに、見えるようにしておきたかったので、ブラックボックス出します。実際は、そんな余裕はないんですけど、でスタートについてなんですけど、ファナテックのクラッチバイトポイントモードを使ってスタートを練習しているんですけど、なかなかうまくいきません。いまいち実は分かってないのが DRS いつ使えるのか問題です。ホームストレートでカチカチボタンを押してるんですけど、音が聞こえてると思いますけど、DRS のモードのボタンをポチポチ押してて、でウイングがパカパカ動いてるのかっていうのをサイドミラーを見て確認しています。で使える時と使えない時があって、そこをまだ把握できてないです。今後毎回 F1 の開催の週末に合わせて、開催されるのと同じコースを F1 で遊んでいこうと思ってます。で上達の度合いを皆さんに見ていただければななんて思ってます。もちろんこんな感じでまだまだ始めたばかりで下手くそなんで、今のところもう全て AI のレースでやってます。 AI を使ってます。自分のドライビングが上手いとは全く思ってなくて、AI の強さも 20% とか 50% ぐらいの弱い AI を使ってこんな感じです。で後ろの AI の車両に気を取られてブレーキが遅れてオーバーランしたりしますし、今後 F1 が開催される週末ごとにゆっくり上達していく姿を皆さんに見てもらえたらなと思ってます。いろいろと突っ込みどころ満載の運転だと思うので、今回はご自身のドライビングと私のドライビングを比較していただいて、優越感に浸ってもらえればなと、そんな動画になればいいなと思ってあげました。最近ありがたいことに900人登録を達成して、その後もゆっくり増えていってます。本当に登録解除しないでおいていただいてありがとうございます。もしよければいいね、そして、もしよければ他のサブアカウントでも、チャンネル登録をお情けでしてもらえたら、嬉しいなと思ってます。